で、こうやってですね、そこにエネルギーを常に教育するという力があるわけですね。もうカパはすごくシンプルです。安定性と潤いとこの硬さというのは固める硬さでもあるし、あとは丈夫さみたいな硬さっていう意味も両方あります。それと、寛容さみたいなのも一緒にあって、この硬さと寛容さってなんか真逆のような気がするんですけど、硬さ、ここで言う硬さというのは、いわゆるなんていうのかな、強さと紐づく硬さです。例えば同じ硬さでもバータも硬さっていう性質を持っているんですけども、バータの硬さっていうのは脆さと一緒にある硬さですよね。枝が乾燥して、カチカチになってちょっと力を加えるとパキッといってしまう。脆さと硬さっていうのがバータであれば、カパっていうのは潤いとともにある硬さなので強さなんですよね。でこの強さっていうのが結構カパの一番重要なところで、安定させる、それから強くさせる、そしてキャパシティをちゃんと保持するみたいな。ほらバータってどんどんキャパを上げちゃうじゃないですか。どんどん空間を広げてしまうのがバータに対して、そのバータにリミットを作るっていうのが、一つカパです。でこの空間っていうちゃんとした場所を作ってあげて、でなんていうのかな、そこにある受け皿として働くっていうイメージですので、関節の動きや治癒力ですね、治癒力をもたらすということで、そのリカバーさせる力も結局カパが関係してますよというふうに言っていて、一つ一つ丁寧に見ていけばそこのつながりが見えると思うんですけれども、私たちの治癒力って、どうやって働くかって言ったら、一回損なってしまったもの、傷ができてしまったもの、それに対して、そこにですね、必要な栄養分とかを回して組織をもう一回元に戻していくっていう、それが治癒力ですね。治癒の力ですよね。そうすると、やっぱり大事なのはそこに欠けてしまったところに本来あるべきものが欠けてしまったところにもう一回その形を取り戻していくための、栄養分とか、そこの修復の力みたいなものをもう一回そこに与えなきゃいけないんですよ。でそう考えるとカパってそういう時のために貯蔵してるわけですよ、エネルギーを。エネルギーだったり栄養だったりのカパが貯蔵してますので、そういったものを治癒力に回せる。で実際の治癒過程っていうのはバータだったりピッタだったりっていうのはもちろん関わってくるわけですけれども、治癒の元になるエネルギー、栄養、そういったものはカパが持ってるってことです。春になんでカパが悪化するかっていうふうに言われてるかって、冬の間にカチカチに溜まってたカパって、重くて冷たくてベタベタしてるみたいな性質ですよね。でこの性質の時に、冷えてる状態だとカパは固まってるって考えるんですよ。だから例えばバータとかピッタとかって同じ性質だったらその、動作が悪化するって言ってすごい分かりやすいんですよね。でカパの場合は重くて冷たくてってこの全部のカパが持ってる性質そのもの自体の時って確かに悪化するんですけど、症状として表に出てこない。なぜなら固まってるからって言われてます。流れ出さないって言われてます。一箇所に固まっちゃってる。でここにですね、あったかい性質が入ってくるとドローって溶け出してくるっていうふうに考えていて、故に冬場はカパは蓄積はしてるんだけど、カパの症状がうわーっと上がってくることは冬場はないんだけれども、春太陽光が当たることによって、この溶け出してきちゃうよというふうに言われるわけです。であともう一つの考え方があるんです、実はね。でこの時間と動作の関係っていうのはもう宇宙法則みたいな感じでアーユルヴェーダの公式になってるじゃないですか。で何でもこの時間の最初のパート、例えば、1日のスタート、
日の出から日の出からスタートするじゃないですか。太陽が上がってきた瞬間からカパが優位になるとか、あと生まれて一番最初誕生してからカパが優位とかありますよね。で、消化の最初のタイミングもカパが優位っていうのがあるんですけれども、同じようにその1年間っていう単位で見た時に、やっぱりその1年のスタートの部分、これはカパが優位っていう考え方もあります。で、その中1年のスタートをどこにするか、私たち暦の上では1月、冬の真っ只中に新年って言って1年のスタートしますけれども、人間、あと自然界を見てみると、どこでリセットされてるかって言ったら、春ですよね。その春に新しい命が芽吹いてくる。そして、秋から晩秋から冬にかけて、その、植物たちは一旦枯れていく。で、冬の間はその動かない状態がしばらくあって、で、そうこうしてるうちに春になったら新しい赤ちゃんの芽が出てきたっていう、こういう四季が流れてますよね。で、その芽吹きのシーズン、新芽が出て、一番最初のちっちゃな芽が出てくる。この時にはですね、この地上にカパがしっかりとあるんだっていうふうに考えます。じゃあ実際のこの5種類の5型のカパを一つ一つ見てみましょう。はい。まず最初のカパはタルパカカパ。タルパンっていうのは受容するという意味なので、タルパカカパは受容の力っていうふうに考えることができます。ただですね、これもシュローカ、アシュタングフリダヤから引っ張ってきてますけれども、どこにあるかっていうと、ここにですね、シラーって書いてあるね。で、シラーなので、基本的には頭っていうふうに考えることができます。で、こうやってですね、脳のエリアの、タルパカカパっていうのがちゃんと働いてくれることによって、プラーナバータとかサーダカピッタの多動性を打ち消すってなってますよね。うん、やっぱりね、もう体の中っていうのはうまくできていて、動くという性質のものがあるのであれば、その動く部分の、悪影響がある部分動くってすごい大事なんです。動くことによってしか、私たちいろんな活動ができないんだけど、動くことの悪影響部分ですね、ここを中和する作用を一緒に持ってるっていう考え方ね。で、それがカパがやってるんですよっていうことです。